んにちは、キキです。突然なんですが、私は 3.5 カ国語を話すことができます。なので今日はどうして私が 3.5 カ国語を話せるようになったのかということをお話しできればいいなと思います。まず 3.5 カ国語って何って思われると思うんですけれど、私は高校卒業した後にフランスに行ってフランス語の勉強、そしてその後ギリシャに移住したのでギリシャ語も自分で覚えて、でなんとなく英語もできるようになったんですけれど、英語はまだ喋れたり聞き取れたりはしないので 0.5 カ国語としてカウントして 3.5 カ国語話者だと私は名乗っています。まずはフランス語をどのようにして覚えたのかという話をしたいんですけれど、フランスではフランス語学校に1年親に通わせてもらいました。なのでそこでみっちり時間をかけて勉強したんですけれど、私個人が気をつけていたことは誘惑に惑わされないっていうことですね。やっぱりフランス、新しい土地に来て遊びたい気持ちもたくさんあるけれど、そういう気持ちはなるべく制御して勉強だけをしました。そういう遊びたいっていうことが悪いっていうことじゃないですけれど、私が感じたのはそれと語学が上達することにはあんまり関係してないかなっていうのが分かったので、私はそうしていました。他にも気をつけていたことが3つあります。語学が上達する上で大事だなと思うのが予習復習今更そんな当たり前のこと言われてもって思うかもしれないですけれど、学校に通っているうちは特にテキストだったり勉強するための素材が揃っているので、特に復習の方は力を入れてやっていました。土日一日中外に出ずに勉強していたりだとか、単語帳を作ってバスの中で読んでいたりとかしていました。で、他に気をつけていた上達、これのおかげでしたかなと思うのが、話すことを恐れない。本当に自分のフランス語は下手だし間違いもたくさんだしって自分でも気づいていましたが、話さないことには上達しないっていうモットーというか気持ちがあったので、とりあえず間違いが10個あっても100個あっても話すことをやめませんでした。すごいフランス人の友達だったら迷惑だったかもしれませんが、そういうことを聞いてくれる友達を見つけるっていうのが大事かもしれません。で、最後にこれに気をつけていたっていうことで言うと、先生だったりその語学を話す人に質問することを恐れない。特に文法のことはよく聞いていました。文法ってルールみたいなもんだから、一度覚えればいろんなところに当てはめることができる。で、逆に単語はあんまり人に聞いていなくって、なんでかっていうと、単語って一単語でもいろんな意味があるから使わないと本当の意味っていうのがわからないんですねなんか一つの意味だけ捉えることができても、その単語の持つ本当の意味っていうか本当の姿っていうのが使い方とかを含めて分かってこないので、どちらかというと文法の質問をよくしていました。この語学学校にいる時に気づいた語学学校あるあるっていうのをいくつか紹介します。まずそこにはいろんな国からの人が勉強しに来ているんですけれど、結局同じ国同士の人で集まって、日本人同士で例えば集まって日本語で話してしまうっていう光景を何度も見ました私の場合、日本人の友達ができてもフランス語で喋るっていうことを心がけていました。あとはフランス語ができない人同士が集まって話しているので、ボキャブラリーがあんまり増えないだったり、自分の発音に変な癖がついていることに気づかないっていうのが結構盲点でした。あとそれに加えて、フランス語話者の友達ができない、これが一番私は大変でした。なので学校以外に、自分の足で友達を見つけに行くっていうことはしていました。で、お国柄によっては学校の宿題を全くやってこないとかやらないのが当たり前みたいな人がクラスにいたとしても、そういう人には合わせず自分はやるんだっていう意思を持つっていうことが必要かもしれません。フランス語は特に発音と動詞の活用がものすごく難しかったです。
発音で言うとコンドラとかパーティシペとかたくさん R の発音が出てくる単語が私はなかなか言えるようにならなくって、音声が出る電子辞書を持っていたので、それを何十回も聞いて繰り返して、それと同じ発音が自分の口から出るまで何回も繰り返していました。で、動詞の活用の勉強の仕方で言うと、自分で小テストのようなものを作成して、それで満点を取るまで続けていたという方法です。もう私のお話を聞いてくださってたら分かるように、私は天才肌タイプではなくて、本当に地道にコツコツやって、話せるようになったタイプなので、だからこそ自分も天才肌タイプじゃないのっていう方の参考になるんじゃないかなと思います。そして私はこの方法を続けていて、勉強し始めてから3ヶ月で耳がフランス語に慣れてきて、6ヶ月目でスムーズに話せるようになりました。そして1年後には段階レベルが6あるうちの上から2番目までになって、その後フランス人と同じ学校に通えるぐらいのレベルになりました。そしてその頃になると棚ぼたに気づいたんですね。それは何だったかっていうと、英語とフランス語って似てる単語がたくさんあったんです。私そんなに英語ができる方じゃなかったので、英単語とか全然覚えてなかったんですけれど、たまに英語の映画だったりを見たりすると、なんか英単語が聞き取れるようになってるなと思って、なんとなく意味が分かるようになっていて、それがなぜかっていうと、フランス語を勉強して同じ単語がいくつもあったからっていうのが予想外の贈り物でした。ということで、今日はフランス語をどういう風に学んだかっていうことだけで時間が来てしまったのでギリシャ語をどうやって学んだかっていうのは次回お話ししたいなと思います。ギリシャ語は独学だったんですね。フランス語とは違って学校には通いませんでした。なのでまた違った勉強方法をお話しできるかなと思います。こんなにどうやってフランス語を話せるようになったかっていう話をしておいて、フランス語で話している動画を一度も投稿したことがないのでいつかそういう動画も投稿しようかなと思っています。というわけで動画を最後までご覧くださりありがとうございました。またお会いしましょう。